ちゃんはねすごくパワフルでね、50本ぐらい。子供が今空手を一生懸命頑張ってるんで、もう夢はオリンピックなんです。うちの子供には負けないようにやってます楽しいですね。おはようございます。おはようございます。今日お願いします。おお願いします願いします。旦那さんですか。はい、あちょうど今喧嘩して今子供送ってきたんですよ。あ、こいつが喧嘩して。子供じゃ買ってます。これで何キロですか。これで5キロ5キロ10キロの15キロ。34になります。子供2人の旦那と私で4人家族です。飲食店未経験で趣味で、料理教室とかそういった講師、みたいな資格は取りました。焼き鳥アドバイザーとか。それまでは広告代理店で営業をやってて、もうノリと勢いだけでこれ部位はさっきと一緒ですか。さっきはこめかみで、こっちが頭ですね。豚の顔ですね。これ鼻の部分ですね。鼻の。本当だ。基本もうほとんどなくなっちゃいます。その日のうちに。売れると売れるでちょっと困っちゃうんですよね。量がってことですか。大変。また次の日も仕込まなくちゃいけないから。お子さんはおいくつになるんですか。店長は3歳と7歳です。今日朝からも一悶着で「早く行け」って「遅れる」って言って「じゃあママ送ってって」みたいな「グズグズしてんじゃねえよ」みたいな朝からそのやり取りをして。一日のスケジュールでいうと今日とかは何時に起きるんですか。朝ちょっと遅めで4時半に起きました。4時半。はい、朝のそれで遅いんですか。遅かったです。昨日は営業しなかったんで、はい。早く寝まして10時ぐらいに。営業ある時は11時12時ぐらいに。仕込みをやるのが大体4時半とか4時とかなんで、その前に起きます。じゃあ今日一回仕込みしてから今なんですか。そうですそうです。朝はレバーを刺したりと鶏肉刺したりとか、あとホルモンをつけたりとか、一回一段落して、はい、で子供の一悶着起きて、はい、で家のことやって、で今です。9時から何時まで仕込むんですか。もう9時からもうずっと終わるまで。大体何時に終わるんですか。終わらないでも諦めます。諦めないともう終わらないんで、はい、それで営業します。なんだ、結婚する前にずっと営業やってて、はい、で結婚して辞めて、はい、で専業主婦でもう6年ぐらい経ちますかね。で週末しかやってなかったんですよ。今は水曜休みでやってます。はい。地元がじゃあそう、ここら辺。埼玉の上尾で、はい。で旦那が桶川なんで。多田さんはじゃあもともとなんか知り合いみたいな感じだったってことですか。営業は先で営業しようと思ったら逆に営業されてきちゃったって。求人広告で営業しようと思ったんですよ。はい。よしこいつ営業できると思ったら、はい、なんか営業されてそうで、なぜかここにいます。やっぱノリとテンションが合うって大事ですよね。何をやってる方なんですか。はリフォーム屋です。はい。ここのご自宅とかもじゃあ。そうです。旦那とか旦那の知り合いとかでみんなで建ててもらって。
肉はもう素材は完璧だもんねえ、素材は完璧。こんないい肉ないっすよ。だって群馬まで取りに行ってるんですよ。めちゃくちゃいいお肉を仕入れてめっちゃいい肉なんですよ。めっちゃいいよ、豚ちゃんで。甘い。うん。マジで甘い。食べてください。すいません、紅の豚です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、紅の豚です。お待ちしてます。はい、もううちの子が空手やってるんですけど、朝の6時半ぐらいから家で自主練。はい。そう、そしたら「ママゴミが落ちてるよ」っつってすげえなんか怒られて、足にへばりつくと。なんかうちの子強い男になりたいみたいで、自分の親父を倒すっていう夢があるんです。手挟むよ。なんていうの？なんていうの？あ、こんにちは。なんていうの？なんていうの？なんていうの？お名前はなんて言うんですか？ジローです。ジロー。上が太郎。本当ですか？本当。男の子ですよね。男の子。どうしたの？何？なんていうの？こんにちは。どうしたの？こんにちは、やねんだったら家入んなって言われた。おおっとっと。はいはいはい。あ。深谷ネギで、ここのお店は人もいいし、ネギも美味しいですよ。20キロぐらいは使えますかね。50キロ取りに行きます。うちの場合肉もでかいんで、そんな利益にはなんないです。なんか前までせせりをやってて、原価計算したら、あれこれ利益になって赤字じゃんみたいな。本当趣味ですよね。飲食店を志されたのは、食べるのが好きでですか？そうです。食べることが大好きですね。やってみてどうですか実際？大変すぎちゃって早いし、仕込むのは大変だし、もう無になって刺さないとも
やりたくなくなっちゃいますね。ここ6年続けられたのは何かはい理由があるんですか？やっぱりお客さんに美味しいって言われるとやっぱ頑張らないとなって思いますよね。すごい新規の方が多くて、やっぱ YouTube のパワーも。そうもう電話も出れない状態ですね。そうなんですね。そう営業前とかに電話してもらえればあれなんですけど、この前なんか湘南とかああ、でかいっすね。そうなんですよ。やっぱり食べた時に大きい方が一本に対しての満足感が、硬いながらこう刺していくのがお酒結構飲むんですか、普段から。毎日飲みますね。何を飲むんですか？ビール氷結何時までか大体。大体でも7時半ぐらいにはもう片付け始めて。すごいスリムじゃないですか。いや全然もうそんなことないです。でもお子さん2人いらっしゃって、うんはい、でも戦いですね。これが。軟骨ですね。分かってる。歌が今。いただきます。はい、そういう人多いですよね。腕やけどっすかそれ？あ、そうこれ全部やけどなんです。何をしてたらこうなるんですか？パンって跳ねるからえ油がこう焼いてるじゃない。はい。そしたら油が跳ねてこうパシャパシャってあ、飛んでくるんですか？飛んでくるから。一区切りですね。おかえり。こんにちは。ありだ。おかえり。楽しかった？なんて言うの？ママに。なんて言うんだよ。お兄ちゃんたちなんて言うの？こんにちは。今日お願いします。何すかしてんじゃないよ。あんたの仕事あるよ。ちゃんと。つくね。こんにちは。また YouTube で。ここ美味しいな。ここ美味しい？映してね。うん。実際これ映してね。ありがと気をつけてね。太郎の友達は結構あんな感じなんですよ。火行くよ、そっち。
ついかんのいない？大丈夫？お兄ちゃんについてきてもらったら？はい。ラオスの備長炭、持ちが良くて炭にも結構いいみたいで、サウナです。そうなんだよ。うん、冬はもう顔だけが熱くて寒いっていう。お客さんにもらったんですよ。綺麗な状態で持ってきてもらって。来店前に電話で何本とか頼めるんですか？うん、大丈夫です。最初に来た人は何をどう頼んだらいいですか？最初に来た人は、焼き鳥をこの紙に書いてもらいたいんですけど、はい。 11種類あって、うちの売りは頭ですね。1本全部180円。計算が分かんなくなっちゃうんで。確かに。一律で。そう、一律です。これ全部予約分ですか？そうです。どこをつけられてんだ。リリちゃん来るんですよ。え、いつ？今日。呼んだの？うつくねやって。刺して。すごいね。今から何をやるの？ん。つくね。つくね。今日太郎。太郎さん。何歳？ 7歳。ママ。怖い。けど優しい。まあ、優しい？楽しい。楽しい。ママのどんなとこが好きですか？焼き鳥焼いてくれるところ。ママの作る焼き鳥は美味しい？何が好きなの？太郎くんいつも。ボンジール。渋いね。今やってるつくねとか好うんうん。学校の友達とか結構来るの？き。今日来る。あ、今日も来るの？みんな友達も美味しいって言う？何が一番人気？友達の中で。つくね今。これで完成？
入れた山田でカズヤカメラに映ってる。もう煙くて4時にシングルが3つシングル3つホルモンなんなかったんで今日朝から飲んでやっぱり5時ぐらいからこれは測られるんですか。はい俺几帳面なんであいつと違って何いやあ、もう真逆なんですようちの旦那は全部測って私はメケットで職人なんで何でも確かに。鉄砲ですからここにいた。目がね。目が痛い来るよね結構ねこれは来る結構。ね結構痛いんですよで喉と鼻やられるのこれ絶対焼き鳥やってるのは顔険しくなりますよねこれスマイルって結構難しいですよねこれ焼きながら23本で、4140円おすすめのメニュー、はい。軟骨軟骨？私があうちはねよく食べるんでそうですよく食べます月に何回ぐらい？あまあ2、3回かな他におすすめのメニューとかないですかなんか？皮が嫌いだけどこっちの皮は大好きありがとうございます。最初かわいそうなんじゃないなんて言われるけど意外と馴染むんですよね塗りやすい。オッケー鼻水鼻水。ねG危ないここ暑いからやめてはいどうぞは森しに来たのかっていはいご自販でお待ちしてますはいありがとうございますじいちゃんお兄ちゃんにありがとう言ってよこっちより道路ねすごい。何本買ってます30本でこっちが20何本食べるのかな 50本ぐらい、家が近いんでたまに来ます。俺頭っすね、俺は頭ですはいありがとうございます。はいすいませんはいホルモンは鉄板で焼くんですけどこれがシングルローカット300円1680円金曜となんだっここですかけ違うあげようあそうなんだあお母さんの方はちょっとありがとうございますあはいお待ちくださいエモリさんできますミックあ、そうやりますやります。お待ちしてます。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。お父さん今日はどちらから来られたんですか？今日はあげようです上尾から。はいこちらの店は初めてあげようの方に移動販売ではいはいお母さんの方が毎週金曜日来てるんですよこの紅の豚のおかみのお母さん。移動販売で
でそちらの方何回か行っておー美味しくて癖になっちゃってでどうしても今日食べたくなったから、はいあげようから桶川の方まで。あーちゃんはねすごくパワフルでね、まあ頑張ってるなって感じでちょっと応援したいなって感じなで特にねここの、まあ、肉もそうだけども僕味噌好きなの。おーちょっとはい甘めの味噌でね、味噌はこのが一番好きかな。絶妙な味、レバーもすごく絶妙だし、焼き鳥全般ね何食べても美味しくて歯ごたえあって、でまた良心的な値段でね、また明るいお母さんとお姉さんと一生懸命やってるからつい応援したくて、今日はレバーとかね焼き鳥とかね、はいなんかいろいろ多分これ今晩のおかずでうちの嫁が今待ってるもんですからビールと一緒に行くんですよ。そうです。それが楽しみです。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございましたはい。じゃあ新しいの出したの。こんな感じでも4時ぐらいからずっとお客さんが来るんですね。こんな感じですね。営業もされてたんじゃないですか、その前の仕事で。はい。人と接するのが好きみたいなのがあるんですか？そうですね。喋るのは好きですね。結婚して専業主婦だったんですけど、シーンってなってましたね。やっぱりずーっとなんか営業で動いて外出てたから、いきなりなんかもう家庭のことやりますからもう苦手すぎちゃって。へえ。それで、なんかその旦那さんと話して焼き鳥屋さんを。そうです。毎日楽しいですか？楽しいですね。やっぱり子供とこうなんかいろいろ会話しながらこうできるんで、あとお客さんとも喋れるし、子供が今空手を一生懸命頑張ってるんで、子供には負けないようにやってます。少し負けず嫌いです。で、うちの子供も負けず嫌いなんで、もう夢はオリンピックなんで、うちの子供の夢。夢は大きく。お母さんの夢ありますか？私の夢、子供に負けない。今、子供と戦ってるっていうのもありますね。張り合いがありますやっぱ。あります。どっちが、有名になるのか。戦ってます。だから、どんどん私も朝早くなっちゃうんですよね。子供と戦うために。うまっ。美味しい。うまい。最高です。じゃあよかったです。これはこれ頭で、頭味噌で食べるんですか？味噌で頭は。おすすめのメニュー。はい、おすすめになりまおす。すすめはもううちはもうレバーカップはね外せないから。レバーカップ。うん、へえ。レバーカップは外せない。であと焼きね。ありですよ。焼きももともと知り合いだから。あ、そうなんだ。ちょうどで。違います、違う。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って待って、これ。はい。大丈夫。はい大じゃあ、丈夫。これハラミ。ありがとう。これ食べて。いただきます。すいません。ありがとう。どの柄？はい、どんな方たちですか？最初会った時はもう正直ね大丈夫かなと思ったんだけど、はい。やり始めた途端にもう売れ始めちゃったから、まあ人柄がね夫婦で喧嘩しながら仲いいから、いいと思うよねまーちゃん。ありがとうございます。ビービー喧嘩しながら、ね仲良くやってっから。家事とかは全部奥さん担当なんですか？家事ですか？はい。ご飯はそうですね。洗濯とか。洗濯とかは私です。送り迎えはお父さん。そう、お父さん。もうお互い協力しながらやってます。夫婦仲良く入れるコツって何なんですか？夫婦仲良く、やっぱりすごい喧嘩ですかね。何でも言いたいこと言います。ためずに。もうためならストレスしかたまんないんで、言いたいことはもう全部言います。
喧嘩は多いんですけど、でもすごい仲いいと思います。今後お店をどうしていきたいとか、自分がこう将来的にこうしていきたいのがあれば伺いたいんですけど。やっぱりいいお客さんが多いんで、そういう常連さんとコミュニケーションなんていうんですか、こうね、ずっとできたらいいなと思いますよね。本当うちに来るお客さん本当いい方で、やっぱ美味しかったよって言われるのがやっぱり一番のやりがいですよね。いつも来てくださるはい、常連さんに一言いただけます今後頑張りますもっと美味しい焼き鳥を焼けるように。量が来ると思ってなかったです。量も十分で味も本当に満足いけます。ここはこれ美味しかったね。もう初めて食べた。子供迎えに行かないといけないから、土曜日日曜日は保育園やないから精進してます頑張ります。今日は一時ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとなんか膨張色だからすごいデブに見えるんだなもっとシュッとしたらちなみに今日は土曜日じゃないですか。はい。もう仕込む量とか増えてます。今日はちなみに何時起きで。今日は4時半に起きて5時半に家を出て、はい、子供を実家まで送ってそこからここまで来ました。5時間半寝ないといけないのに、ね、昨日は早く寝ようと思ったんですけど120キロ豚のもつが届くのよ。5、60キロ1日に使ってるから大体2日ちょっと週末はね、でもね、大盛りご飯多分食べたい人がいっぱいいるんですよね。おみさん、今日の漬物はこれ何ですか？今日は白菜の浅漬けと大根の酢漬けと醤油漬け3種類を出します。昨日カーズのさ入浴剤をさ出してあげたらさ、丸いさやつ入れるとフィギュアが出てくるやつで、昨日マックイーンが出て「ベム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 」ってずっと喜んでて。一緒にお風呂とかやっぱ入るん毎日そう入ってました。母私が入れて。そうなんですよ。って言われてさ、大根の醤油漬け。これはもう取っていっていいものになるんですか？これは無料です。これはいつも大貫さんが作られてる。はい。今日予約がいっぱいあるんで、7、80はあったかな。じゃあ今いろんなものが高いから。仕入れだけでも高いのにさ、自分が 1.5 倍速で動いてその分だけね、人の1人分とか半分ぐらいになれば、だけど結局は自分じゃない？だから何でも人のせいとか物のせいとかにはしちゃダメだなって思ってて、へこたれなくなりますよね、そんなことでも。こうやって独立されてみて強くなった実感あるっすか？
最初もうお店始まった時なんて毎日泣いてたもん。お客さん来なくて、私もう仕込みにもすっごい時間かかるし、飲食店のもう命も分かんない状態から始めたから、こんなに大変だとは思わなかった。仕込みもなんでこんな夜までやってないといけないんだろうとか、はい、でもそうじゃなくて、これを改善するためにはどうしたらいいんだろうとかで、また1個悩みが解決されたらまた1個悩みが出てきて、結局は全部自分がせいだから、自分が変わらないと何も物事は変わらないから。私は今そういう気持ち。使いましょうこれ。いやいやいやちっちゃいね、でも車でね。ではカレーを作ってます。クミンを溶かしてかつおだしを上白糖だったのががっかり溶かして帰った。よし、じゃあ顔洗ってこよう。もつ煮込みは醤油、カレー、お味噌の3種類の味を作ってます。人気はね、それぞれ結構みんな好き好きで味の好みが分かれるんですけど、やっぱり最初来る人はやっぱみんな味噌を頼む方が多いかな。醤油食べたらやっぱ醤油がいいって言って醤油しか食べない人もいるし、3つの味を作ってよかったなって感じ。違う動画で見たんですけど、出産、あ、そう今ね1歳8ヶ月だから1年半前に子供が生まれてます。生まれる2週間前ぐらいに、その時そうワンオペだった。全然だから重たいものとか持ったりとかしてもそのまま生まれるんじゃないかと。って思いながら、まあ可愛いって言われるってそういうことなんだろうな。いる今までこういう女の人。結構ニンニク入れてたんですけど、はい。それはやっぱ何のために入れるんですか？パンチを効かせるために。味にはメリハリができるんですよね。一口食べたらご飯食べて、あ、また一口食べたいな。願いを込めて作ってます。それが続いてみんなで1週間だからさ。いつも味見してるから、いつもの六角形からはみ出てるものがないか、へこんでるものがないか、どの味に偏るとかっていうのはあんまないかな。生まれないんだからね。もう温かくになってもらえればいい。おはようございます。私の前の会社の取引先の。あ、そうなんですか。今日は食べに。あ、そうです。元職場の方ってお伺いしたんで。あ、そうですね。お友達で、もともと。何年ぐらいお付き合いがあるんですか？と、5年ぐらいは多分。お越しになってまあでも、横浜です。おすすめのメニューとかってありますか？意外とカレーとかってないんで、カレーは結構おすすめですね。今も、あれですけど、すごい人当たりの良くて、笑顔の素敵な可愛い女性でした。整いました。味決まったっすか？一発。いい子だよ。まさかまた会うとは思わなかったね。今日暑いってモッチーさん言ってたから私薄着できたんだよね。嘘つかれたのか。これ洗ってもう一回今消毒してきたから大丈夫。年越せるかなって。でも。ギャラの1000円とは伸びんのかな。シワもシミも下がってくるよ。
ありがとう。はーい。ないといいけどね。ちょっとお腹痛くなっちゃって。土曜日28日の日曜日、みどりさん出勤じゃない？そうすごいだね、二の腕なんて言われちゃってさ俺よりも太いよって言われちゃったあるんだ。まあそりゃそうだよね、いろいろ取材の話。アラートだな。気になるよね。なんかこれ。気になるけど、でもちょっとしたらすぐ。そういえば朝見かけたって言ってた、うちの。私より早く来いですね。全然余裕です。カレーの人でなんか勝手にさ、なんかおかみ特集みたいなんでさ、3件ぐらいさ、なんかさ。戦闘服です。戦闘服。勝負服。今日も一日変わらず笑顔で頑張ります。お願いします。頑張ろう。大変お待たせしました。本当にありがとうございます。お待たせしました。やっと食べれるっすね。の待ってました。でした。お預かりします。8年からありがとうございます。お味はどうしますか？カレーと醤油。カレーと醤油。ネギは乗せてもいいですか？はい、お願いします。どうぞ。お待ちくださいね。お返しですね。お差し入れです。おネギは一つ1枚ずつしておきますのでね。ポイントがあるさ。何味いくんですか、今日は。今日はお持ち帰りもあるんで、今日は醤油と味噌にします。食券機のトレーの上に並べてお待ちください。もつ煮のカレーって味違う。同じです。あ、同じ。はい。お疲
カレーはご飯と一緒に合い盛りになってるか、2種盛りのカレーはそれが別盛りになってるだけです。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。はい、カレー。はい、お待たせいたしました。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、こんにちは。お味は？味噌と醤油味噌醤油。はい。はい、どうぞ。ありがとう。ありがとうございます。味噌と醤油ですね。あと卵。多いですよね。すごい満足できます。今日はこれなんでこの2つに？今日はお持ち帰りでカレー頼んでるんで、店内ではこっちにしようかなと思って。そうですね。今日カレー食べれるんでまた。これちょっと。はい、どうぞ。ありがとうございます。お待たせしました。はい、お味はどうしますか？味は味噌で、はい。醤油とカレーで。はい、すみません、ご来店ありがとうございます。ご飯大盛りです。すごい。大だったみたい。こんな量が来ると思ってなかったです。はい、どうぞ。煮込み味噌ですね。ごゆっくりどうぞ。はい、どうぞ。雨降られなかったですか？ねえ、さっきちょっとちょろっと降ってたけど。はい、どうぞ。はい、お味噌がおいしい。お待たせしました。はい、どうぞ。前はこれこんなの食べてたんですけど、ちょっと太っちゃうんで、マジっすか？これ2つあると結構食べれちゃうんです。どこからお越しに？いや、隣の町だってところから来ました。会社の知人の紹介で来て、まあ美味しいってことなんで、来てみようかなってことで来ましちなみに、醤油、味噌、カレーがあると思うんですけた。ど、はい。何を頼むんですか？でもやっぱ味噌がいいですよ、僕は。はい。大きくなった気がしました。すみません。大丈夫です。大丈夫です。どうした？ご飯を煮込み串の中だったのに勘違いしてないよ。大丈夫です。全然大丈夫。モリモリできる。もつ煮込み2種セット中で味噌とカレーです。ここのもつ煮はどうですか？美味しいですよ。大判ですし、癖もなくてすごい美味しいです。すごい食べやすいですし、味もしっかりしてるし、めちゃめちゃ合いますね。めちゃめちゃ合います。ネギ4個つけておきますね。ね、お味噌の方が「に」って書いてあるものですね。あ、それ何も書いてない方になりますね。寒いですね。ごめんなさいね。お待たせしちゃってね。温まりました。大丈夫ですか？朝早くからありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。店主さんの人柄の良さも含めて、もう味も美味しいですし、そうですね、かみさん最高です。
全種類ありがとうございます。これ全部食べるんですか？そうですね。はい、お待たせいたしました。はい、どうぞ。ありがとうございます。味噌とカレーではい持ち帰りってやつ。はい、大丈夫ですよ。いや、醤油の持ち帰りを一つしたいので。私は一つで。お嫌いだったらごめんなさい。はい、お待たせしました。こんにちは。何を食べたんですか？今日もつカレー食べました。もつの味がカレーに出てて美味しかったです。何回目とかって聞いてもいいです2か？回目、リピートする理由って何ですか？単純に美味しいからっていう理由です。お味どうしますか？醤油と味噌で。はい、ネギの一つでもいいですか？卵どうぞ。お味4種類あります。駐車場にこの横に2台のみになっちゃってて、埋まってたら今日店内空いてるので、もしお時間余裕あれば待っていただいた方がいいかもしれない。ここでハザード焚いて待っていただいて、駐車場開くの待ってていただいた方が早いかもしれないですね。はい、どうもありがとうございます。大盛り醤油です。熱いので気をつけてください。どうもありがとうございます。確か泳ぎすぎただけですね。また車大丈夫ですか？大丈夫です。すみません、お待たせしちゃって。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お待たせしました。お兄さんどうでした？美味しかったです。もう量も十分で味も本当に満足いきます。ここは結局2種盛りっていうのがあったんで、味噌とカレーってやつを、頼みました。美味しいです。めちゃめちゃ美味しいです。柔らかくて癖もなくて、本当に来た方がいいです。紹介されてよかったと思ってます。また来たいと思います。はい、もちろん。あ、いらないです。今日は2種盛りですね。味噌と醤油です。どこからお越しに？今日藤沢からです。今日子供が近くで、サッカーの試合あるんで、はい。はい。ちょっとそのついでに来ました。どうでしたもつは？わあ、美味しかったですね。柔らかくて。自分で作るやつと全然ちゃうなと思って。ごちそうさまです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。気をつけて。はい。お昼は営業時間決まってるんですか？売り切れまで。あ、売り切れまでですか？そういう時はずっともう、開けてる。ずっとってでも大体、遅くても1時半2時にはなったかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。知り合いに配りを。今日は何人前ぐらい頼んだんですか、あれは。 6人前で、みんなで。そうですね。持ち帰りそうですね。毎回注文してますね。さすがにちょっと人が多すぎて、なかなか来れなかったですね。ちょっと味の特徴とかあれば。味は、でも大きいですね。大きいし、癖もないし、雰囲気はいいですよね。これぐらいでも注文したら作っていただけるんですか？もちろん。数の制限とかも。今はないです。たくさん作るようになったので、パートさんに手伝っていただいているので、たくさん作れるようになった。ごめんなさいね、やはりちょっと半分ぐらい少ないので、味噌かカレーどちらのお味がいいですか？カレーで。はい、かしこまりました。こちら今ある分。はい、お待たせしました。どうぞ。ごめんなさい、大盛りのお客様大変お待たせしちゃって、漬物よかったらお一つお取りくださいね。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。うわ、うまそう。はい、どうも。はい。全然大丈夫ですよ。
か？カレーと醤油ではネギは乗せてもいいですか？今日ね、店内のお召し上がりがちょうど終わってしまって、持ち帰りだけになっちゃって、またお願いします。はい、お待たせしました。はい、特のカレーですね。ありがとうございます。漬物も嫌いじゃなかったら持ってるね。カレーもちょっと焦げ目についちゃった。この県に来たから結構おります。カレーだけしか残ってなかった。カレー食べたいですか？はい、おい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。あ、嬉しいです。ありがとうございます。兵庫、岡山、広島の人間。仕事ですか？今日休み。お休みで。そう。みんなでご飯を。あ、まあ前から行こうって言ってたから。実際に来てみると雰囲気とかどうですか？やっぱいいよね。もう本当また来たくなる味やし、ね、おかげさんも綺麗やし、本当最高やね、本当。声かけが優しいっすよね。はい。これ美味しかったね。もう初めて食べた。いや、めちゃくちゃ柔らかくて。もう本当にね、何回食べても飽きないよね。本当もう、またすぐ来たくなるもん。今日何キロ納品なんですか？今日は120キロ。今日はどういう作品が始まるのか。大体じゃあこれ3日とか3日にもなんないかな、最近は。まあ2日半ぐらい。クラシックを聴かせるともつが柔らかくなるので、結構モーツァルトとか聴かせるともうふわふわの柔らかいもつ煮になるんですよ。ガチってレモングラスは入れたね。うん。で、卵を入れて。今のでだいたい5分半ですね。12袋。イエス。6分って感じかな。72。なるほど。1時間以上かかるんですよね。なるほど。余計なのがついてるんですよ。だからそういうのをちょっとこのペースで見ながら選別して捨てなくちゃいけない。油のね、繊維質になっちゃってるやつとかくっついてるの、油に。こういうの、これは取らないと。こっちにはいいやつ入れて、こっちにはダメなの入れて仕分けしてます。でもそれ以外の感じはもう茹でれば大体取れるから。油なんだ。油の塊で見落としてるのもあるから、そうすると茹でこぼしし終わった後と、あとは煮込んでる時とか煮混ぜてる時とかにもうそういうのが出てきたらすぐに取る。であとはよそってる時まで全部気をつけて、そうあと茹でた時にさ、こういうのがついてたらさ気持ち悪いじゃない？だからこういうのも覚える。業者に頼むこともできるんですけど、業者に頼むと1社は、3センチ、オイル品を3センチカットで、最近できた会社でも6センチカットまで、6センチって言ってもこのぐらい、うち的には、このぐらいはあったいかな。だから多分8センチから9センチぐらいはやっぱり食べ応えがある。しゃぶしゃぶの一枚肉を口の中に頬張ってるイメージで、もつを食べてもらえたら
口の中がハッピーになるなって思って、カットしてお願いすると楽は楽なんだけど、そうするとサイズがちっちゃいし、値段も合わないんですよね。やっぱもう飲み込めるぐらい柔らかくなってれば、食べたことないって喜んでもらえたらそれでいいかなって。おみさんですよね、これ帰ってまた育てが始まるわけですか？そう、今日はね、子供迎えに行かないといけない。土曜日日曜日は保育園やないから預かってもらってるんですよ、親のところで。1時間以上かかるね、土曜日だと。土日だとこれ終わったら最後ネギを、明日の分のネギを準備して、ネギは前日にもう切っといて一晩寝かせてるんですよね。それはなんでそうするんですか？辛みがね、落ち着くんですよ。お米測って。お電話ありがとうございます。持つのでございます。今のタイムは79分23秒です。一人来ないんだよね、テイクアウト。今電話したんだけど。あ、そうなんですか？うん、電話番号控えてたのに電話したんだけどさ、取りに来ないんだよね。いっぱい入ってるじゃない、ネギが。はい。全然追いつかなくてさ。ボケてるからこの後これで。それをじゃあ今衝撃のこれあげるよ。なんすかそれ？それ、ね、もう眠気覚ましにさ、運転しながらカリ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 して私のぺったんこになった虫パン。お昼とか食べるんですか逆に？冷や飯をちっちゃいおにぎりにしながら渋滞にはまると、こうやってね、こうやってやってダンサーみたいな。よいしょ。お疲れ様でした。今日の一言と今後どういう店にしていきたいか2つお願いします。じゃあ待ってね、あくびが出そうだった楽しくハッピーな場所を作っていきたいです。本当に色を変えることなく、たくさんの人に知ってもらって愛してもらえるように精進します頑張ります。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。雨なのにね。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。気をつけて。車何乗ってるんですかちなみに？左ハンドルのトラック。左ハンドルのトラック？これ？お疲れ様でした。じゃあまたこの後も頑張ってください。気をつけて、雨だから。じゃあまた来年。お願いします。